皆さんは季節問わずカニが食べ放題の旅館を知っていますか？いろんな温泉旅館を検索している私ですが、1万円台で夏でもカニが食べ放題のお宿があるのに驚きました。半ビュッフェ形式の夕食ではライブキッチンを含めたくさんのお料理が楽しめる至福の時間。そしてこれでもかと言わんばかりのカニです。最後に宿泊料金を発表しますので、それでは本編をどうぞ。今回ご紹介する旅館は鳥取県米子市の皆生温泉にある日本海の温泉リゾート皆生グランドホテル天水です。皆生温泉は4度目なので、よければ過去の動画もご視聴ください。また4度目ということもあり、アクセスは説明欄に記載しています。目の前が日本海という絶景を楽しめる温泉旅館が多く、宿泊料金もリーズナブルなのでとてもおすすめな温泉地です。何よりも海の幸がたくさんでご飯が美味しいです。皆生グランドホテル天水さんに到着しました。駐車場はとっても広いので車でのアクセスも安心ですね。温泉をイメージしたモニュメントがありました。ワクワクしながら早速天水さんに入ってみましょう。こちらが館内の様子です。天井に輝くシャンデリアが印象的なロビーでした。フロントの正面にはとても広い売店があります。そこには山陰を代表する素敵なお土産がいっぱい。有名な青果はほとんど揃っている印象でした。そこには推し土産ランキング全国1位の稲葉の白うさぎもありました。玄関から見える奥の方へ行ってみると、まずは色浴衣やお子様用の浴衣コーナー。ちなみに大人用はお部屋に準備されていました。その裏手にある階段の下には自販機コーナー。ジュースやお酒に白バラ牛乳が販売されていて、気軽にお酒が買えるのがいいですね。夕日の時間がわかる夕日予報もあります。浴衣コーナーの奥はウェルカムドリンクが楽しめるラウンジ。大きな窓で開放的な空間はくつろぐのには最高の場所です。嬉しいことに先ほどの稲葉の白うさぎが食べられて、ウェルカムドリンクは 100% のアップルジュースにレモン水。もちろんコーヒーマシンも完備で、ティーパックでお茶や紅茶も楽しめます。この開放的な空間で飲むアップルジュースは最高でした。ラウンジの奥は水に浮かぶティーラウンジの入り口がありました。そして売店の目の前に広がるのはガーデンプール。プールの出入り口には嬉しいアイスクリームの自販機。隣の出入り口からプールの方へ行ってみましょう。夏季限定で利用できるガーデンプールはリゾート感抜群です。プール開き直前の時期だったのでまだ清掃前でしたが、深さは60センチから100センチぐらいでお子様連れでも安心ですね。他にも素敵な施設のご紹介は残っていますが、チェックインも済みましたので一旦お部屋へ行きましょう。本日は4階の458号室に宿泊します。早速中に入ってみましょう。今回宿泊する458号室は広々とした15畳プラス6畳の和室。最大9名で泊まれるみたいで、6名だとかなり広く感じました。
まずは15畳の和室にある引き戸を開けてみると、右側には大人用の浴衣や茶羽織にアメニティやタオルなどが用意されていました。また左側には鍵が3つもついているセーフティーボックスと、袋の中にはパナソニック製のドライヤー。こちらの襖には何があるでしょうか。そこにはもう一つのお部屋、6畳の和室です。6畳でも十分な広さなのでグループ宿泊でも安心ですね。ただし駐車場側のお部屋だったので残念ながら海の景観は望めませんでした。次は広縁を見てみましょう。広縁にはテーブルと2脚の椅子がありました。その奥にはミネラルウォーターにケトル、たくさんのコップが用意されていて小型の冷蔵庫もありました。ちなみに中は空っぽでした。今度は15畳の和室のテーブルを見てみると日本らしさを感じるお茶セットがありました。他には客室電話に Wi-Fi のパスワード、テレビはちょうどいい中型サイズですね。そして最後に入り口にあるドアを開けるとまずは洗面所がありました。美容液ファンデーションに温泉水の美肌ゲル、反対側にはコップがたくさん置かれていて歯ブラシと使い切りパウチのシャンプーやリンス、お部屋のお風呂に入る場合に使ってくださいね。こちらのドアを開けるとお手洗い、清潔感のあるウォシュレット付きのトイレでした。いよいよ最後のドアを開けるとそこには内風呂。今回は利用しませんでしたがあると安心ですね。6名で宿泊してもとてものんびりと過ごせて、広くてもエアコンがしっかりと効く素敵なお部屋でした。それでは残りの施設を見に行きましょう。とその前に4階にはジュースとお酒の自販機があったのですが残念ながらこの日は使用中止でした。目指す場所は1階のラウンジのさらに奥です。そこにはパブリック街海岸通りというワクワクする場所。広い館内の奥へどんどん歩いていくと水に浮かぶティーラウンジと奥には日本海が見えました。反対側には陶芸作品が飾られていて売店で訪ねると購入もできるみたいです。この顔出しパネルもユニークでいいですね。景色に癒されながら先へ進みましょう。ここの分岐では右が食事会場で階段を上がると大浴場です。その分岐を左へ曲がるとあと少し、ゲームコーナーに到着しました。たくさんあるガチャガチャにテンションが上がります。ゲームコーナーは奥まで続きかなり広いと感じました。クレーンゲームの台数が多くて太鼓の達人などもありました。私はゲームセンターが好きなので種類が豊富だとワクワクします。景品を取るのは難しいですが面白いですよね。大人も子供も楽しめるので素敵なゲームコーナーだと思いました。ゲームコーナーの隣には3部屋のカラオケルーム。動画では2室が営業休止でしたがカラオケも楽しそうですね。こちらは大人向けのゲームコーナー。さまざまなスロットやパチンコ台がありました。せっかくなのでクレーンゲームに挑戦してみます。今まで一度も取れたことのないカプセルタイプをプレイ。まあ難しいでしょうね。ジョージ
まさか取れるとは思っていませんでした。9番のカプセルにはその番号の鍵が入っていて、景品はお猿のジョージの大きな人形。新たな旅の仲間が加わりましたね。続いては大浴場のご紹介です。先ほどの分岐の階段を上がっていきましょう。少し奥へ歩けば大浴場の入り口です。注意事項をよく守り入浴しましょう。また忘れた時用のタオルがありました。待合場所は広めなので少々混んでいても座れそうですね。さあ、温泉旅館といえばの大浴場です。海家グランドホテル天水の大浴場は自家源泉の宝生の泉。姉妹間の下水艇と独自に掘り出した大変貴重な源泉だそうです。宝生の名のごとく利用と健康の宝が生じる温泉だそうで、露天風呂からは水平線を望む絶好のロケーション。男湯、女湯ともに露天風呂とサウナがあるのもいいですね。ちなみに貸し切り風呂は姉妹館である隣の下水亭さんのを利用できて、料金は1回50分で2200円でした。予約制なので空きがあるかはフロントにご確認くださいね。さあ、いよいよずっと楽しみにしていた夕食の時間です。大浴場への階段の横にある渚亭が今回の食事会場になります。座席は決まっているみたいなので案内していただきました。本日の夕食は地産春菜盛りで半ビュッフェ形式です。まずは豪華なマグロ、イカ、エビ、ニシンの寿司盛り合わせ。こちらのエリアはちょっと珍しいお料理の白バイ貝うま煮やアサリのぬたあえ、トウモロコシ豆腐などいろいろあって、その中でも私好みだったのがこの豚しゃぶしゃぶ。牛すじレンコン煮込みに温かいお蕎麦も食べられて、鳥取のご当地グルメ牛骨ラーメンまで。サラダ類はドレッシングの種類が多いのもいいですね。大山鶏のハーブチキンやサワラの唐揚げなど揚げ物類も充実。そして私の推しがいよいよ登場です。カニが大好きな私にとってまさに至上の喜びである食べ放題が夏の時期でも楽しめるなんて本当に夢のようです。そしてライブキッチンで焼きたてのステーキはいつでも熱々を食べられてとろけるお肉が最高でした。ご飯をよそった後は一旦テーブルに戻ってみましょう。ビールに焼酎やウイスキーなど定番のお酒メニューがあり、よく飲む人なら2800円で飲み放題もあります。まず最初にチョイスしたのがこちらのお料理です。本日はズワイガニでめちゃくちゃ食べました。乾杯。順番が遅くなりましたが、こちらが地産春菜盛りです。このお料理は一人一つずつテーブルに準備されていて、ビュッフェとは違った美味しさがありました。ちなみにこちらが小学生の分で人気のメニューがたくさんです。他にも見てみるとお作り盛り合わせがあり、本日のメインが本マグロという贅沢なお刺身でした。まだメニューは終わらず、鶏ちまきや豚の角煮、しいたけの羽二重蒸しもポタージュ仕立てで美味しかったです。かなり豪華なライブキッチンの天ぷら盛り合わせ。
揚げたてのエビや本マグロの白子天ぷらがすぐに食べられるのが贅沢ですね。そしてカニやお刺身といえばやはり心の友、日本酒。今宵ディナーの立役者で私には必要不可欠な存在です。ビュッフェではおなじみの美味しいカレーも食べられて、半ビュッフェとは思えないたくさんのメニューに大満足です。とても素敵なお料理にごちそうさまでした。日が沈んだのでティーラウンジがオープンしていました。メニューを見てみると本格的なお酒が飲めるみたいです。ちょっとビュッフェを食べ過ぎたので今回は利用しませんでしたが、気になる方はぜひ行ってみてください。翌朝になり早朝の散歩をしました。旅館を出てすぐに海岸沿いを歩くことができます。朝の潮風が心地よくてずっと眺めていられますね。お待ちかねの朝食の時間になったので食べに行きましょう。皆さんそれでいいですね。はい、あとお食事券もらいましょう。はい。食事会場は夕食と同じ渚亭で同じ席に案内されました。ご飯などはセルフということで早速取りに行きましょう。朝食海苔にふりかけやごまドレッシング、たくあんと梅干しのお漬物に朝の代名詞といえば納豆。一般的なタイプのお味噌汁の他にカニのお味噌汁もあるのが嬉しかったです。ご飯のお米は私好みの絶妙な硬さで美味しかったのと、それを天水オリジナルのだし茶漬けにできるのが素敵。薬味がたくさんあるのも美味しそう。夕食の時は取り忘れていましたが、同じドリンクサーバーにコーヒーはもちろんのこと、紅茶にココアまであるのもいいですね。大山といえば白バラ牛乳が有名で、トマトジュースにお水もありました。セルフで必要な分は揃いましたのでお料理を見てみましょう。2段重ねの重箱にメインのおかずが入っています。焼き魚やサラダに豆腐など朝の胃に優しそうな朝食。個人的には右上のたらこの小鉢が嬉しかったです。ちなみにこちらは小学生の朝食メニューです。鮭やプリンにハンバーグやナポリタンなどお子様が好きそうなお料理のラインナップがいいですね。日本海のすぐそばなので焼き魚は美味しくて、滑らかな舌触りのお豆腐にお腹も嬉しそうです。そして最後までお世話になったカニさんには本当に感謝。食後のコーヒーでまったりとごちそうさまでした。今回は海家温泉にある海家グランドホテル天水さんをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。オープニングで前面に出していたカニ食べ放題の他にもライブキッチンでいろんなお料理を味わうことができました。また広い館内にはゲームコーナーまであるのも最高でした。そんな魅力いっぱいの天水さんの宿泊料金は土曜日の宿泊で大人1人当たり12,870円でした。カニ食べ放題のある夕食プランでこれほど安い宿泊料金は今まで見たことも聞いたこともないぐらい破格のお値段です。もし気になりましたらぜひ宿泊してみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になれば幸いです。